皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍によるロシア軍への攻撃、その中でも戦争の歴史に確実に足跡を残そうとしているクモの巣作戦について取り上げていきます。今回紹介する映像はウクライナから公式に発表されたもので約5分近いものです。この映像ではウクライナ軍のドローンがロシア軍の大型の機体、戦略爆撃機や輸送機、早期警戒管制機などへ突撃する様子が映っています。映像が最後に途切れているのはこの後、ウクライナ軍のドローンが衝突し爆発しているからです。今回標的とされたのは新旧の戦略爆撃機が多く、これらの機体は1機150億円から200億円します。また、早期警戒管制機については、残念ながら稼働中のものではなく、どうやら部品を取るために現役を退いたものが中心となっていたようです。しかし、そうであったとしても、破壊された機体からはもう部品が取れなくなると考えれば、現役の機体に対する整備性の悪化といったものが見込まれます。なお、早期警戒管制機については、レーダードームの部分がかなり錆びついており、このことから、これは現役の機体ではないのではないかといった指摘がなされています。もしかしたら現役の機体がこのように錆びついているだけかもしれません。そして映像を見ているとわかりますが、機体の上部にタイヤをたくさん乗せているものがあります。このタイヤは、ウクライナ軍のドローンが自動操縦になっていた時の標的になるのを少しでもごまかすためのものだと見られています。人が操っている場合には全く意味がないのですが、そうした人が操ることができない場面においては、ドローンが自律的に標的を判別し突っ込んでいきます。この判断するときにタイヤがたくさんあるということによって何か別のものと誤認し、標的として認識しなくなってしまう可能性があるわけです。また、タイヤに含まれるゴムによってドローンが標的を識別する時の赤外線映像に想定外のものとして誤認識する可能性が高まるのだそうです。今回公開された映像と後に撮影された衛星からの写真、この2つの判別によって攻撃することに成功した機体としてツポレフ95長距離爆撃機、A50 早期警戒管制機、ツポレフ 22M3中距離爆撃機、ツポレフ160長距離爆撃機、アントノフ12輸送機、イルシン78空中給油機といったものが攻撃に成功したとのことです。なお映像の中には機体の下の方にまで行ってからドローンが突っ込むものもあります。これは飛び立ったドローンを最終的にウクライナ側の操縦士が最後の仕上げをしているものとみられます。というのも、これからウクライナへと攻撃するための巡航ミサイルを搭載している大型機体をまずは優先して狙ったものとみられます。こちらは資料の写真です。ロシア軍は戦略爆撃機に長射程の巡航ミサイルなどを搭載。こうしたミサイルをウクライナの一般市民向けに無差別攻撃に用いています。ロシア軍のこうした大型の巡航ミサイルは射程距離が4000キロ以上あり、ウクライナ軍が反撃することが通常では困難です。そのため空軍基地の横にウクライナ軍は小型ドローンを満載したトラックを送り込んで今回攻撃したというわけです。また新しい情報としてはこちらがウクライナ軍ドローンを搭載した木造住宅コンテナです。見た目は確かに軍事用品とは思えません。しかしこのコンテナの上部には中を開けば小型のドローンがたくさん詰まっています。そしてこちらは以前にもご紹介したコンテナから発進する小型ドローン。このようにして近くまで行ったところで小型ドローンが発進し空軍基地に対する攻撃を実施しました。こちらも続報の一つ。今回の攻撃で運び込まれたコンテナがカザフスタンもしくは中国から入ったものとみられており、国境での検査を強化せざるを得ません。また、今回の攻撃で完全に終わったかどうかは当然のように誰にも証明することができません。今、ロシア国内にもまだウクライナ軍のドローンが詰まったコンテナがあるかもしれないとして、国内でのトラックに対する検査も引き続き行われているようです。物流に対するダメージは当然のように大きく、経済的な二次被害はまだまだ続きそうです。ちなみにロシア側の高官が、今回の攻撃でいくつかの機体は損傷したが、すぐに直せて戦線へ復帰するといった話をしている人がいました。衛星の写真から見ると、燃料を満載していた大型機体の場合、もう完全に焼き切っており、このような機体をすぐに直して戦線復帰させることは不可能でしょう。
ちなみにロシア軍は今日も戦争犯罪を繰り返しています。こちらの映像はハルキウにおける高層住宅に対するロシア軍の攻撃。ロシア軍は積極的に軍事施設以外の一般市民に対する攻撃を繰り返し行っています。こうすることによってウクライナ国民がゼレンスキー政権に対する批判を強めて少しでも自分たちにとって有利な世論を作り出そうとしています。なお、クモの巣作戦に対するプーチン大統領の反応、これをトランプ大統領が報道官として発表しています。BBC ニュースより、プーチン大統領はウクライナのドローン攻撃への報復を強調とトランプ大統領、電話協議後に投稿。アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領と電話で協議したと明らかにした。ロシア空軍基地がウクライナのドローン攻撃を受けたことについて、プーチン大統領が報復の必要性を強調したとした。トランプ大統領は協議終了後、プーチン大統領は最近の飛行場への攻撃に対応措置を取らなければならないと非常に強く話したと、自らのソーシャルメディアのトゥルースソーシャルに投稿した。また、電話は1時間以上にわたったと説明。ロシアとウクライナとの即時和平につながるものではないとした。なお、ここまでにすでに解説しましたが、ロシア軍の戦略爆撃機等は巡航ミサイルを用いてウクライナに対する一般市民に対する無差別攻撃を行っています。これは戦争犯罪であり、このような戦争犯罪に対する対応としてウクライナが反撃することには正当性があります。ロシア側はこうした攻撃をテロ行為だというふうに言っているわけですが、そもそもロシアによる侵略が国連憲章に定めた他国への軍事侵略という違法行為であり、どちらの方がテロ行為かといえば、ロシアの方が国際法に基づかない違法行為による武力攻撃を行っている側であり、一方でウクライナ側はそうした国際法違反による侵略に対する抵抗、つまり適法な軍事力の行使なのです。このあたりの理屈がプーチン大統領は無茶苦茶で、そのことに対して追及できないのがトランプ大統領という、非常に大きな問題です。最後に少しだけ余談。ウクライナ、ロシア双方ともに以前はソ連の構成国でした。しかし、ソ連の遺産をより多く引き継いでいるのはロシアです。ロシアはソ連時代に開発されたイスカンデルミサイルを非常にたくさん持っており、これらを用いてウクライナに対する遠距離攻撃を行っています。2022年の本格的な侵攻以来、このイスカンデルの地上発射型のトレーラーについては、前線近くまで来る必要がありませんでしたから、一度も撃破することができなかったと言われています。ところが、どういうわけかそのイスカンデルミサイルの発射トレーラーがウクライナ軍に捕捉され、今回初めて撃破されたとのことです。ウクライナ軍の光ファイバードローンの航続距離がものすごく伸びてトレーラーを発見、撃破することができたのか、それともロシア側が油断してものすごい前線までやってきて破壊されたのか、どちらについてかはちょっと判明しませんが、どちらにしろ初めての撃破というのは朗報と言えるでしょう。一個体であったとしても撃破されたという事実が残れば、少しでもロシア軍の攻撃拠点を後ろへと下げる効果があります。ウクライナが相手国に対してドローンを送り込んでそこで攻撃を行った。これは戦争の歴史の中で確実に一つ残るものとなります。なぜならば、今まではアイデアとしてはよく聞かれているものの、実際に発生したかどうかといえば、初めてのレベルでこれだけの大戦果を上げました。もはやどこの国においても、前線から遠いから大丈夫といった考え方が通用しなくなることを意味します。今回の話は、ロシア、ウクライナだけの話では当然ありません。ヨーロッパ全域でもアメリカでも日本でもそうですし、その他世界中の空軍に対して戦時になれば、もしくは戦時じゃなかったとしても、基地を守るため、もしくは航空機を守るためには周辺に近づかせないことができるのであればそれが良いし、少しでも近寄らせることができるような立地であるならば、航空機は全て砲撃されることを前提とした格納庫などに収めることや、もしくは地下施設などを建設するといった対応策を取らねばならないし、また飛来物についてはこれを速やかに迎撃する体制が取られていなければならない。そうでなければ破壊された時に、なんでクモの巣作戦があったのを知っていながら何の防御も取っていなかったのだと、前例があるのに対応しなかったというふうにして責任追及を受けるわけです。
つまり、このクモの巣作戦というのは、この攻撃があった以前と以後においては、基地を守るための常識が一つ変わろうとしているのです。だからこそ、戦争の歴史に確実に足跡を残すだろうと見られるわけです。兵器の発達に伴ってその使い方もまた進化し、それに伴う防御体制についてもまた変化しなければならない。対応を続けていくことによって備えを固めていく。残念ながらこういった軍事的な話というのはいたちごっこの部分があります。当然のようにコストもかかります。しかし、努力をやめた途端に脆弱性がよりあらわになり、未来における備えを手抜きすれば、それに伴う後々の被害というのは何もしなければとてつもない被害を受けることとなります。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナがクモの巣作戦の攻撃映像を公式に発表しました。非常に長めの動画だったので、なるべくカットしないようにして皆さんにお伝えしました。できることなら、こうしたドローンによる奇襲攻撃は、もうちょっと何回か成功させてほしいものです。というわけで、情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。